あなたは母親を殺したいと思ったことはありますか？ 2006 年、京都で母親を殺害した男の裁判が行われました。自分を育ててきた母親を殺すというのは一見するとかなりの凶悪犯。ところがこの裁判、被告側の弁護士だけではなく、本来被告を糾弾するはずの検察官までもが、なぜか男の殺人を擁護する発言を連発。しかも公平ではなければならない裁判官でさえも男に肩入れする始末。結果として男は殺人犯としては異例の判決を受けるんです。なぜ自らの母親を殺したにもかかわらず裁判が有利に働いたのか。そこにはこの親子が直面した壮絶な悲劇が。実の母親を殺害した息子、なぜ彼はこのような犯行に及んでしまったのか。そこには涙なしでは語れない親子の愛があったんです。昔付き合ってた彼女におばんざいメニューとおばんざいするやつって言ったらなんか惹かれて、その半年後に別れました。ケンちゃんです。意味がわからんはんなりやみかですはんなりはんなり。本日ご紹介するのはですね、京都で発生した実の息子が年老いた母親を殺してしまう事件なんです。前もなんか、ご両親殺したみたいなのあったじゃん。まあそうなんですけど、今回はね、親子とは何なのかということについて非常に考えさせられる事件なんです。では一体どのようにしてこの事件が発覚したのか見ていきたいと思います。心中を図って遡ること15年ほど前の2006年2月1日、京都市伏見区の桂川が今回の舞台。その日は底冷えの朝で気温は5度。そんな寒空の中、河川敷で誰かが倒れているのをたまたま通りがかった通行人が発見します。近づいて確認すると、倒れていたのは年老いた女性と中年の男性の2人組。女性には目立った外傷はなかったんですが、男性は血まみれ。ただごとではないと思った通行人は急いで通報しました。迅速な対応だったためか、搬送先の病院で男性は一命を取り留めることができたんです。しかし女性は残念ながらすでに帰らぬ人に。河原で亡くなった女性と血だらけの男性、警察はこれを事件性があるとすぐに判断するんです。早速警察は捜査を開始すると、調べによりこの2人は親子であることが判明します。女性は86歳の母親、男性は54歳の息子だったんです。警察は一命を取り留めた息子を重要参考人として何が起きたのか詳しく聞くことに。ところが彼の口から語られた内容は意外なものだったんです。なんと彼は母親の首を絞めて殺したと自白したんです。しかしそうだとすると、なぜ彼も血まみれで倒れていたのか。なんとこの息子、母親を殺した後に自身も後追い自殺をしようとしていたんです。しかし彼の自殺は失敗。重傷は負ったものの命は助かったということだったんです。そして自白した息子のさらなる供述から母親を殺すに至る驚愕の理由が判明します。母親殺しといて、自分も死ぬって身勝手の極みじゃない。まあ普通にね考えたらそうですよね。だって親も殺して、しかも自分の命、合計ね2人の命を身勝手にも殺す。まあこれがね一般的な考え方だとは思うんですけれども、今回はね事情があるとね、冒頭にもお伝えした通り、この親子2人にね襲いかかったある悲劇がきっかけだったんです。転落人生。この息子、名前を仮に A とします。 A は一人息子として京都市の河原町に生まれます。彼の父親の職業は京都名産の染め織物、京友禅の職人。折しも A が生まれた1950年代は日本が戦争から立ち直り、国全体が次第に元気を取り戻していた時代。そんな背景もあってか、高級呉服は飛ぶように売れ、 A の家はかなり裕福でした。そんな伝統産業の家に生まれた一人息子ですから、その伝統を守るべく A は高校卒業後、父親の弟子となり家業を継ぎます。まあ一見ね順風満帆な人生のように思いますよね。しかしねこの後ね彼にねある悲劇が襲いかかってくるんです。家業を継いでからしばらくは順調でしたが、次第に暗雲が立ち込めます。1970年代まではまだ着物を着ている日本人が多かったんですが、80年代に入ると状況が一変。普段着として着物ではなく洋服を着る日本人がほとんどになってしまったんです。そのため日本における着物の出荷額のピークも1970年代で、その後は国内需要が一気に減少。そんな時代の波は A の家業にも襲いかかり、ついには1980年代後半、 A は家業を廃業することになってしまったんです。 A はこれまで職人になるために修行を積んできたので、もちろん他の仕事に就職した経験などはありません。思うように就職先が見つからなかったんですが、警備員や製造工の仕事をやっと見つけることができて、どうにか食いつないでいました。お父さんに憧れてせっかく修行してたのに、これ気の毒すぎるわ。いやなんかねせっかくね慣れない仕事にねもがいてね、こう必死に生活してたのに、さらなる悲劇がね襲うんですよ。もう最悪。もう
1995年、師匠でもあった最愛の父親が死亡。そしてこの死をきっかけとして当時75歳だった母親にある問題が出てくるんです。それまでは普通にできていた買い物ができなくなったり、家の中にいるのに突然狐が出ると騒ぎ出したり、A もこれは様子がおかしいと思い母親を病院に連れて行くと、その原因が明らかに。それは認知症の発症。今の統計では70代の10人に1人が認知症になると言われているんです。なので極端にね珍しい例ではないんですけど、親1人子1人というねこの構造がねこの A のね人生にねさらなる追い打ちをかけていくんです。ただでさえ経済的に不安定なのに母親の介護もスタート。しかも不吉なことに1998年には不景気の煽りを受け A は当時勤めていた会社をリストラされます。工場の派遣従業員という不安定な職に就くことを余儀なくされたんです。そうこうしているうちに母親の認知症は悪化の一途をたどるばかり。そして母親の認知症の発症から10年ほど経った2005年の春、とうとう母親は夜間に勝手に外出して徘徊するなどとても目を離せない状態になっていたんです。母親がこんな調子なので、この頃の A の生活は休む暇もない状態。朝から仕事に出かけ、家に戻ってからは家事一切と母親の介護を真夜中まで続けていたんです。寝ることがほぼ不可能なほど日々の生活に追われて A は常に寝不足状態。しかしそんな懸命な介護も虚しく、ある出来事が。ある日 A の仕事中に母親が家を抜け出して警察に保護されてしまうんです。このままでは自分のいないところで母親が亡くなってしまうかもしれない。そう思った彼は仕方なく仕事を休職することにしたんです。母親の介護のために仕事休むってもう一番親孝行じゃない。まあそうですよね。母親のね状況が良くなるまで、仕事をね辞めるっていう選択肢ではなく休職っていう形でね一回ね介護に専念しようとしたんですよ。しかしそんな優しい彼に待ち受けていたのは理不尽な運命だったんです。追い詰められて休職した A は早速介護保険サービスを申請します。介護保険サービスとは、介護や支援が必要な高齢者や特定疾患の患者が国や自治体から補助をしてもらえるサービスのこと。この保険サービスに申請して受理されれば、介護にかかる費用を約1割の自己負担で済ませることができるんです。そしてこのサービスを受けるためには、まず5段階のレベルがある介護判定を受ける必要があります。早速診断を受けたところ、 A の母親の介護レベルは要介護3と決定。これは自力の歩行が難しい、または認知症の症状が見られるなど、食事や排泄など身の回りのことほぼ全てに介護が必要な状態のこと。この状態なら通常だと週5回デイサービスに通うことが推奨されるんです。しかし一つ大きな問題が。それはやはりお金。デイサービスの費用は国や自治体がほとんど負担をするとはいえ、週5で使用するとなると多額のお金がかかるんです。 A は休職といえど派遣社員なので給与保証はありません。つまりそれまで入ってきていた月給15万円がなくなり、一家の収入はなんと2ヶ月ごとに入る母親の年金5万円のみ。当然今まで生活費の捻出に精一杯だったので、貯金する余裕もほぼありませんでした。つまり生活費どころか介護サービスの自己負担分も賄えない絶体絶命の状況だったんです。状況だいぶまずいわよ。俺もう誰か頼れる人とかいなかったのこれ。実はね A はね親戚からお金借りてたんですよ、でも父親からねどんなね状況になっても、他人に迷惑をかけたりね後ろ指を刺されるようなことはするなって言われてて、そのことがね影響してなのか、親戚からさらに借りるみたいな選択肢なかったんじゃないかなって思うんですよ。だからこう行き場にね詰まっちゃったっていうのがね、それはちょっと愚直に守りすぎちゃった感じはあるわよこれは。そんなね状況でね A はねあるところに頼ろうとしたんです。藁をもすがる思いで A が足を運んだのは福祉事務所。介護で休職している間だけでも生活保護を受けようと考えたんです。しかし生活保護の相談員は A の相談に対し衝撃の一言を発します。働けるのだから頑張ってほしい。生活保護の観点で見ると A が健康であり働くことができる以上申請が受理されないというんです。いやいや、生活保護出す気ないでしょこれ。いやそうなんですよ、A さんが病気ではないんで、実質的にA さん自体が働くのはできるんですけど、状況的にはお母さんの介護があるんで、肉体が健康であっても働くことは実質的にはできないんですよね。そういう事情をね組んでくれなかったんです。そうこうしている間にも母親の症状は悪くなっていく一方、そして2005年の9月 A はとうとう休職していた派遣会社を退職します。ただ休職ではなく完全に退職したことで失業保険を10月から12月までの3ヶ月間受け取れることに。この失業保険でどうにか食いつないでいくことができるんですが、あくまでこれは一時的なもの。給付期間が終了すればまた収入なしの状態に戻ってしまうんです。そうなる前に先手を打とうと彼は再度福祉事務所に出向くんです。在宅で母親の介護がしたいことを伝え、生活保護を受けられないか相談するためでした。しかし A の相談を聞いた職員から出た言葉は、
生活保護は不可能です。なんとまたしても断られてしまうんです。職員は失業保険を受給していることを理由に A の申請を受理しませんでした。いやこれ A さんはさ、失業保険が終わった後の話してるんでしょこれ。職員のね方からしたらそういうつもりで説明したのかもしれないですけど、ちょっと言葉足らずだったのか、A さんはねそういう風に受け取らず諦めてしまうんですよね。金銭面の目処が立たない A はやめなく母親のデイサービスを週2回に、母親の介護の合間にも介護と両立できそうな仕事を探していたんですが、一向に見つかりません。そうこうしているうちに年が明け、失業給付も終了、母親のデイサービスも完全に打ち切らざるを得ない状況に。一体この先どうすればいいのか。 A はこの絶体絶命の状況に絶望していたんです。しかし母親のお前と一緒に生きたいという一言に支えられ、なんとか踏ん張っていました。そこで A は金策のため最後の手段に出ます。それはカードローン。これにより当面の生活費を工面していたんです。しかし無収入の A にローンを返済できるはずはありません。1月にはカードローンの限度額25万円を使い切り、もう借りられない状況に。そして1月末 A の手元にあった全財産はたったの7000円。これでは2ヶ月分の家賃が支払えない。窮地に立たされ、もう後がないと悟った A はある決断を下すんです。それは母を殺し自分も死ぬこと。こういう理由だったっていうのを今聞くと A にはそんな落ち度なかったんじゃないって思うけどね、私は。そしてね冒頭にあったね母親のね殺害につながっていくんですが、 A がね借りていた家を出てから母親をね殺害するまでを実はね詳細に語っていたんです。そしてこの話に出てくる親子のやり取り、あまりにも胸を締め付けられる話なんです。1月31日 A がまずやったのは自宅アパートの掃除、そして親族と大家宛ての遺書を書き印鑑とともにテーブルに置きました。誰にも迷惑をかけたくないという彼の誠実さが伝わってきます。そしてリュックサックに死ぬためのロープ、出刃包丁、折りたたみナイフを詰めて車椅子の母親と2人でアパートを出発。そんな2人が向かった場所は京都の繁華街でした。実はこの繁華街、まだ父が生きていた時に家族でよく訪れた思い出の地。よく家族で食事をした蕎麦屋の前も通ったんですが、手持ちの金が少ないため食事は断念することに。代わりにコンビニでパンとジュースを購入します。これが母親の最後の食事となりました。その後最後の場所を探してさまよう親子、そしてついに自宅近くの桂川の河川敷にたどり着くんです。 A が最後に母親に語りかけます。もう生きられへんのやで、ここで終わりやで。すると母親は A に対してこう返答したんです。そうか、あかんか、お前と一緒やで、こっち来い、わしの子や、わしがやったる。なんと母親は認知症になったにもかかわらず、最後の最後に自分の息子に殺しをさせまいとしたんです。この一言により踏ん切りがついた彼は母親の首に手をかけます。アルゴメトリーで今までいろんな殺人犯の人見てきたけど、こんなに追い詰められて、だけどもめちゃくちゃまっすぐな愛を持ってる殺人犯って言って、殺人犯って言っていいのかもわかんないけど、確かにね、初めてな感じね、これはね。この絵をね単なるね殺人犯って決めつけるのもどうかと思うんですけど、この裁判がね早速ね開かれることになるんです。そしてこの裁判かなり異例なものだったんです。異例の判決。事件から5ヶ月後の2006年7月、京都地裁で A の初公判が行われます。裁判が進み、 A の献身的な介護の様子や失職を経て追い詰められていく過程が供述されていきました。ところがこの供述を行ったのはなんと検察官側。本来被告に有利になる情報は弁護側が述べるもの。罪を追及する立場の検察官がまるで A を擁護するような対応を示したんです。それどころか福祉事務所の冷淡な対応などに苦言を示すなど批判的な弁論を行いました。検察官がこのような対応をするのは刑事裁判においては前例のないことでした。検察官も人の子だったってことかしらね、これはね。そうですね。そしてねこの裁判の異例な点、これだけではとどまらないんです。A は供述の中でこんなことも語っていたんです。母の命を奪ってしまいましたが、生まれ変われるのであればもう一度母の子として生まれたい。この供述に法廷は静まり返り、感情を表に出してはいけない裁判官でさえも必死に涙をこらえていたといいます。そして A に下された判決は懲役2年6ヶ月、執行猶予3年。執行猶予がついたということは殺人を犯したにもかかわらず刑務所に入らなくて良いということになります。そもそも A は最後の会話の証言から人の承諾を得てその人を殺害する承諾殺人罪に問われていたんです。承諾殺人罪は普通の殺人と比べ罪が軽いんですが、それでも執行猶予がつくまでの温情判決はまず認
見られないんです。裁判官は A に対して恨みなどを抱かず厳罰も望んでいないと推察される。自力で更生し母親の冥福を祈らせることが相当と判断。さらにお母さんのためにも幸せに生きていくように努力してと声をかけたといいます。この判決に異論のある人ってねいないと思う。私なんか司法本当に素晴らしい判決下したって言えるわよね。確かにその検察官のねやり取りとか、この関係者含めて英断だったと思うんですけれど、結局 A はね執行猶予のついた判決だったんで刑務所にね入ることなくねそのままね普通に暮らしてたんですけど、このね物語ねここで終わらないんです。悲しすぎる結末。A は事件後、滋賀県大津市に移り住み、親戚から紹介してもらった木材会社で真面目に働きました。しかし、そんな彼にまたもや時代の荒波が襲いかかります。2013年初頭、不況により働いていた職場の契約が切れることに。それまでは休日に仲間と渓流釣りに出かけるなどエネルギッシュだった A でしたが、解雇されて以来は自宅に引きこもりがちになってしまいました。せっかくなんか元に戻ろうとしてたのに、またこんなことになる。かわいそすぎるわよ。なんか人生ハードモードすぎません？本当に。世話をした親戚でさえも会社をクビになったと伝えられたのを最後に、2014年の春頃から A と連絡がつかない状況。心配に思った親戚は警察に行方不明者届を出したんですが、最悪の結末を迎えることに。2014年8月1日、琵琶湖大橋から身を投げた A が遺体として発見されたんです。この日は A の所持金がつき、アパートの契約が7月末で切れたその翌日、結果として母親の介護殺人の時と同様、もう行き場がないと追い込まれてしまったようなんです。そして彼が亡くなった時に持っていたウエストポーチには所持品が3つ。それは数百円の所持金と木箱、そして手紙。手紙にはこう書かれていました。自分と母のへその緒を一緒に焼いてほしい。木箱を開けるとへその緒が2つ入っていたんです。最後までも母親のことを愛してたし、後悔してたのかもしれないわね。絶対そうっすよね、そんな優しいね性格の持ち主だったと思うんで。あとはまあね、子供の頃にね父親にね言われた人に迷惑かけんなっていうね教えもね愚直にまず守ってたんでしょうね。なんか三つ子の魂100までみたいな、あるじゃないですか。そういうことなんでしょうね。はい。A の死後、親族は彼の希望通り遺体と2つのへその緒を一緒に火葬します。そして今度こそ全てを終わらせてあげようと A の墓や仏壇は作らず、遺骨も拾い上げませんでした。その上 A の部屋にあった母親の仏壇などの遺品も一つ残らず処分してしまったといいます。つまり A と母親が残したものはこの世に一つも残っていませんでした。しかしこの事件は残された私たちに日本の社会的格差、貧困問題について問題提起するきっかけとなったんです。このようなことを二度と起こさないためにはどうしたらいいのか。経済的弱者を救うためにセーフティーネットを強化すべきなのか、それとも近年薄くなりつつある地域ネットワークを強化すべきなのか。何の罪もない弱者が淘汰される社会にしないためにも忘れてはならない事件なんです。今回のね事件は絶対に風化させてはいけない、そういう思いで僕はね動画作ってるんですけど、そもそも A さんじゃなくて行政がね犯人なんじゃないかってぐらいね、ずさんな体制ですよね。不正受給の問題があるから一概にその人たちを犯人にできないとは私は思うけどね。いやなんかそれも配る人配っちゃいけない人を見分ける体制がないのに制度はあるから意味わかんないですよ。でもなんか行政に私たちがそこに立場にいるわけじゃないから実態とかは詳しくは言えないけど、なんか分かる人がいたら教えてほしい。なんかやっぱ解決策あると思うんで、メトラの皆さんそういう解決策あったらねちょっと考えてね教えてほしいし、行政の人がいたらね実態も含めてちょっとね教えてほしいです。